おはようございます。今日はね、1月なんですけれども、ちょっと最近自然あんまりね体験してなかったので、ちょっと自然をね感じるためにちょっとキャンプにねちょっと行ってみようと思ってます。道志村ってね、道志の森っていうキャンプ場があるんですけれども、基本的に予約不要のキャンプ場で、夏なんかだとね結構朝もう9時の開店ととにねみんな並んでね車がね入るみたいなこともあるんですけど、冬はねあんまりキャンプする人もちろん少ないので全然いけるんじゃないかなというふうにはちょっと思ってますけどね。もしなんかダメだったらちょっと道の駅で車中泊しようかなっていうような感じですね。今朝8時くらいですかね。対向車線はかなり東京方面ですかね、交通量多いですね。土曜日ですよ。というわけで今後ろにあるねスパティオっていう朝9時からやってるスーパーにねちょっとお邪魔しましたという流れでして、かなりですね安いですね。ちょっとね田舎の方に行くとスーパーで高くなりがちなんですけど、ほうれん草138円、生しいたけでかいので225円、地元産ですね。結構安くてですね、昨日の残り物でお魚系がですね、生だらが半額で226円で、トラウトサーモンも半額の347円ということで、かなりですねお買い得にちょっと鍋物が買えまして、合計1636円という形になりました。ちょっとやっぱりキャンプっていうとね、こう電源問題すごいあると思うんですよ。で皆さんねキャンプっていうと大きなねバッテリー積まれてる方とか多いと思うんですけど、普通に車でね火で充電するとかっていうのもあると思うんですけど、私の車ね古いのでこのシガーソケット型なんですが、でこれ今刺さってるんですけど、ここ中で気づいたらヒューズが飛んでてこれ使えないんですよね。なんですげえ充電困ったなっていう状態ではございます。こういう時ねもうモバイルバッテリーを多分2つとか3つ持ってると3つはいらないですけど2つとか持ってると結構、それでしのぐなんてこともできるんでしょうけどね。いや困りましたね。携帯充電ないともうすごい節約モードで電源切っとくとかね感じになっちゃうんであんま良くない、というわけでね目的地のね方まで行くんですけれども、全部一般道でね行こうと思いまして、こんな感じでねだんだんとここ山に入っていくようなイメージですね。というわけでねゆっくり2時間半買い物しながらねこう道志村までやってきました。道志村ってちょっと幅広いんですけど、都道府県でいうと山梨県になるんですかね。こんな感じで基本的には神奈川県のね端っこにあるんですけど、こっちが太平洋っていうか平塚とかね江ノ島とかそういう海の富士山があって、神奈川県がこうね丹沢なんですけど、ちょうどこうね県境でこの辺がねで道志村っていう、山梨県の村があるという感じですね。でこの国道413っていうのが神奈川の橋本の方から、山中湖ですね富士山までつながってる、国道なんですけども、よくね自転車なんかいっぱい走ってたりとかしてってとこですね。で今この辺二里塚にいると感じですかね。で今回ですね予約不要で泊まれる道志の森は多分てかここです。ここなのでここまで行こうかなっていうような話だと僕はちょっと理解をしています。多分っていう感じですね。でここがね丹沢の、総合国境根というところで、神奈川県と山梨県の、県境になってる尾根、ここね明日ちょっと登っていこうかなと思います。ここ全部私は投資でやったこともあるんですけども、そんな感じですね。結構ね都心とか特に神奈川県からですねやっぱアクセスがいいとこなので、やっぱそのキャンプとかキャンプ場すっげえいっぱいあります。夏とかねすごいありますし、バイクとかね自転車とかで通る方もね、自転車も結構います。ロードバイク僕もロードバイクでこうねもう嫌っていうこう結構しこたま通ってるのでよく分かってはいるんですけれども、そんな感じの場所ですね。冬なんでねかなり交通量少なくていいと思います。夏は本当ひどいです。夏以外もひどいですけど、そんな感じでございます。道志村キャンプ場着きました。ちなみに今日はね金のキョロちゃん、これね結構レアな子らしいんですけど一緒に来てます。というわけで、まずね管理棟でお金を先にですね払わないと値段が上がるっていう仕組みでして、先にテント張ってそこにその事務所の人が回ってきてってやるとお金が取られる額が上
上がると聞いてまして、夏だけかもしれないんですが、ちょっと先にですね管理棟でお金を払いましょう。ちょっと水があるのでうまいわ。管理室夏はねいろいろそうだな。9時はいですね、車1台1泊1000円で、あとは人1人800円ということで、1800円ですね。なんで4人とかで来ると、1人だいたい1000円くらい割り勘でっていう感じですね。かなり安いと思います。キャンプ場にしてはね。予約も不要なので、これはこの辺でキャンプするならここだよねっていう話になるとは思いますね。で冬なんでねめちゃくちゃやっぱ空いてます。信じられないぐらいというわけでね、サイトここね基本フリーサイトなんですけど、ちょっと探しに行きたいですね。やっぱトイレとか水場とかがちょっと近いと、なんだ嬉しいなという気持ちではありつつ、そういうところは人が固まっているので、ちょっとにぎやかじゃないですけど、プライベート感はなくなりますね。キャンプ場のさらに奥に行くと意外にも別荘地が広がってるみたいですね。この先この林道をまっすぐ行くと登山道になるみたいですかね。どうなんでしょうね。本当はねこれまっすぐ行くと小松漆山に到達するはずなんですけど、小松漆山登山者用の駐車場みたいのはなさそうですね。ちょっと道路つながってんで行けなくはないんでしょうけど、止めるスペースあるかどうかなんとも分かんないですね、ここからだと。今日強い着火剤を回してみるしかないです。これなら火つきます。着火剤には点火してどんどん広がってくれる。結構風が出てるから割と燃えてますね。さあこれはつきましたね、完全にね。これからねちょっと鍋を作りたい。背鍋のきのこしいたけですね、225円。エリンギこれ98円ですけどね。ほうれん草128円、158円ネギ、あとは半額のサーモン、タラね、これでやっていきたい。白菜もありました。白菜これいくらだったかな。これ確か150円ぐらいあってですね。白菜渋市安い時はね本当にね89円とかね、そういう時もそんなにね、最近こういう葉物類めちゃくちゃね高いですよね。じゃあちょっとピクニックとかね。はい。でこういうのがそこで芯の部分でね、芯の付近は下の方に入れてみましょう。はい。で、きのこ入れて、そう厳しいな。ほうれん草ですか。野菜たっぷり大丈夫かな。これね、はい。野菜たっぷりね。はい、こんな感じでしっかりと作ると。時間ちょっと増やせばいいですね。そして、であとこれをね、できましょう。よいしょ。ついた。明るいうちに飯を食っておいた方が楽ですね。今ね、このカセットコンロのこれめちゃくちゃ値段が上がってるんですよね。なので、こっちのより天然のパワーを使った方がいいかなということで切り替えました。これもね、結構あったかいですもんね。そのうちこれ炭になって遠赤外線で結構じわりと暖かくなってくるんでしょうね。結構ね、やっぱ冬寒いんで車の中にいた方が良いんじゃないかという気がしてきましたね。さっきね車の中で座ってたんですけど、すごい暖かくて良かったですね。キャンプ場の注意事項は、領収書をフロントガラスの見える場所に置いてください。チェックアウト12時で時間を過ぎた場合は別料金です。明日ちょっと山歩くんですけど、その場合はどこか止めといていいんですかね。ゴミはお持ち帰りください。ゴミ捨て場ありません。
全面直火禁止です。炭捨て場管理棟です。なるほど、管理棟までいかないね。花火禁止、大音量禁止、トイレットペーパーはございません。立ち木を切らないでください。そりゃそうだわな。木切り出したらやばいわ。枝とか切るやつがいるんでしょうかね。でもあんまり乾いてないとあんまりそれも燃えない気がするんですけどね。どうなんですかね。じゃあようやく朝一であるがゆえに昨日から残っているであろうタラと、昨日から残っているであろうタラと、残ってる上に半額のタラと半額のサーモン。てるよいしょ。そのまま10日ですね。よいしょ。見た目いいっすね。見た目鍋っぽいっすね。鍋感が出てますね。ゴミ箱に捨てて、もうちょっと蓋しましょうか。だんだん吹きこぼれてくる。いやー、どうですか。出てましたね。一応寄せ鍋。後から椎茸もちょっと入れたんで、椎茸はちょっとまだもうちょっとですけど、魚もやっぱり結構水は出てますね。のでもうちょっと煮ますか。でもね、椎茸の残りも投入してだんだん炭火になってきたな。炭火はね、遠赤外線であれなんで、これで食べていきたいと思います。そこハイキングの道があるんでしょうね。登山道がね、降りてきてる人が、唯一気がかりなのは、その明日山に登るときにどっかに車止める、管理棟の前の駐車スペースに車止めといて大丈夫かなっていうだけちょっと気になりますね。魚ちょっとまだですね。生煮え感がちょっと火消えそうだな。うまいね。やっぱ鍋ですよね。簡単でかつね、手間作りも高くいいですね。よいしょ。もうちょっといってみましょう。いやー、ちょっと椎茸がちょっと邪魔になっちゃってます。よいしょ。やりつつ、ほうれん草ってね、お鍋にって書いてあったんですけど、普通なんかどうなんですかね。アクが出るからあんま入れないイメージが僕はあるんですけど、めっちゃお鍋にって書いてあったんでお鍋に入れてみましたが、アクはでもそんな出てないですね。このほうれん草からはね。この鍋でもぶっちゃけ4人前ぐらいはありますね、量的にね。少しずつ食べるしかないですけどね。はい、じゃあ行きましょう。いやー、どうですか。割と食ったんですけど、それでも結構残りましたね。やっぱ一人だからもう1回分ぐらいありますね、普通に。というわけでちょっとテントでしばらく寝てみたんですけれど、はい、ですね、ちょっと結構やっぱ床冷たいですね。今回は普通のね、なんていうか、この銀マットを2枚引いて、その上に、ウレタンマットね、これ結構厳冬期用のシェラフなんで大丈夫かなと思ったんですけど、意外と冷たいですね。やっぱ着てるものがもうちょっとダウンとか着ればね大丈夫かもって感じですね。いや結構寒いっすね。ちょっとね一旦外出てまたダウン着たりとかしたいと思いますはい、というわけでね、今6時7時ぐらいですかね。さっきね、温泉道志の湯という温泉がですね、多分村がやってる温泉あるんですけど、まあまあでした。行ってきまして、ちょっとそこカメラね持ってくの出たんでちょっとご紹介できなかったんですけども、空いてるね、こういった冬だったら全然入れるようなところですね。で、ちょっとね、ちゃんと厳冬期用のダウンとかね、冬山用の装備がですね、このような形で見えるのかなで、これで寝てみればね、大丈夫かなと、寒さもね、大丈夫かなと思っているというところでございます。だから一旦ちょっとお休みなさいという感じですね。今ね、7時4分、今起きたばっかりです。昨日はね、なかなか寝れないですね。やっぱりね、この下の底冷えっていうんですかね、が結構ありまして、やっぱマットはもうちょっとね、厚めにやっぱ引かないとダメですね。ウレタンやっぱ1枚だとちょっときつくて、もう1枚なんかあるぐらいじゃないと結構寝るの大変ですね。というわけでね、めちゃくちゃ今日寒いですね。今手袋してます。いやー寒い非常に突っ込んでいるからね、非常にもうぐっつ
けたんですけど、裏がすごい補修のパッチまみれ、すごいですね。これ私は山岳会で借りてるテントなんですけどね、なかなか年季が入ってますね。というわけでね、これさっきね温めたやつを昨日のね残りの鍋、朝のね8時ぐらいから新しく人が来てね、テントを立て始めてましたね。すごいな、何時に家出てるんだろうって言って、というわけでね山登りに出発していきたいと思います。これ止めといてもいいですかっていうことだったんですけど、キャンプね、キャンプ場を使ってる人であればいいっていう、そうです。大体そうですよね。キャンプ場の料金払ってますからねっていう感じだとは思いますけど、この山登りする上でね、上は完全にもう冬山厳冬期の雪山登山のウェアをね持ってきてるんですけど、全然それでもこの朝の寒い時期はちょうどいいぐらいですね。ちょっとまた歩いたらね暑くなるんでしょうけど、ただ問題はあれですよね、靴忘れて普通の靴っていうね、これなんですよ。これはスリッポンなんで全然なんていうか固定されてないんですよね。これでどこまで行けるかっていうところではあります。そうですね、ずっとね林道が続きますね。あれがねトップあの辺じゃないかなと思うんですけども、小松伏山だいたい山頂の結構近いところまでこういった林道が続きそうですね。ここね横浜市の水源ということでね、そういう看板がいっぱい立ってるんですけど、ちなみにね山道はこっちで、こっち行くとね林道ってことで、作業道ですね。水源管理の林業っていうかなんていうんですか、作業道になりますね。でこの辺は横浜市水道局とかがね結構車でバーってトラックできてね水源管理をされてるので、こうしてねかなり林道が整備されている状況ですね。奥多摩なんかもね東京都水道局がバンバン整備を行っているので、こうしたねトラックが入れるような広い林道がですねそこかしこに存在していると。なので奥多摩はねその水道局の林道の地図ってオフィシャルに出してないんですけど、そういうのを使うとですね意外とマウンテンバイクとかで駆け巡ることもできたりするという話ですね。はい。なのでねこの水道局のこの管理用のね林道なかなかいいです。さっきねまっすぐ行きますって言ったところ道間違えてました。曲がらなきゃいけなかった感じですね。戻ります。一周できるようになってるんで、やりたい人はですね自転車マウンテンバイクキャンプの時に持ってきてちょっとここの辺林道をね一周するとか、そういうのもね楽しいかもしれないですね。あんまりコースとしては長くないので、自転車だとあっという間ですけどね、ちょっと軽く走るとか全然ねできますよ。はい、こっちではなくてこっちでしたということで、はい、こっち行きます。おお、ぬめる。はい、ここもつるし山ってちゃんとサインつけてくれてますね。思いっきり道間違えましたね。はい、ここがね登山道になりますね。もう林道はここで離れてという感じですね。いやー、ここからねちょっと靴がどうかって感じですね。靴紐がある靴だったらそんなに大丈夫なんですけど、靴紐ないとねスリッポンだとこういう感じのねスリッポンなんで足首がねあんまり固定されてなくて、すごいかかとがねこれがねあんまり良くないんですよ。さあどうでしょうってところで、これね沢筋を上がっていく感じなんですけども、完全に沢がね枯れてるんで登山道がすごいトラバースしてるんですけどあんまそれは必要ない感じですね。今の一応ねこのピンクテープに沿って登山道をね一応進みます。というわけでねかなり沢筋、今度ね沢筋からあと別の支流というか沢筋にですね入っていくようですね。これ多分水が多いとなかなかここ通れないんじゃないかなっていう気もしますね。そもそも沢地形っていうか沢なんで、もうちょっとあって
ないからちょっと地図で確認して。やっぱりね、この沢じゃなくて沢からね、ちょっとこう、尾根の方に取り付く道がありましてね。やっぱそうですよね。普通沢地形をそのまま、沢のど真ん中歩く登山道って基本あんまないので、やはりそうですね。やっぱり沢から尾根の方にちょっと上がって歩くのが一般的には登山道ですよねってところですね。とか言いながら、またトラバース道から沢にまた戻ってきました。結局ここ沢を登るんですね。結局沢を登って沢を詰めて尾根に上がると、そういうルートなんですね。全然ありですけど、雨とかねで増水してるとこういうところはちょっと通りにくいですよ。だから結局そういう場合はああいう上の尾根までガーッと上がって行くしかないでしょうね。登るときはそういう言い方でいいんですけど、逆に下るときは、尾根、多分、登山道ではない尾根を下りながらっていう感じで来るしかないでしょうね。そこまで増水しないのかもしれないです、ここは。バッチリとね、尾根が見えてきました。あの尾根までね、上がったら一応登りが一旦終了して、雲吊市山田名古屋っていうね、面白い名前があるので、そこに出ると。そんな感じがしますね。だいぶ上がってまいりました。ようやくね、尾根に出るところですけど、やっぱ尾根はちょっと風がね、ありますね。はい、尾根に出ました。いい天気ですね。はずなんですけどね。すごいな、警戒してました。そういう名古屋です。西丹沢にはね、こういう名古屋がですね、6個7個ぐらいあるんですけど、ドア開いてる。一番西側にある鶴子山。こんにちは。はい、というわけでね、ここは、鶴子虫山、名古屋ですね。こうやって見るとね、ここになんかね、冷蔵庫とかあるんですよ。冷蔵庫と電子レンジがあって、人住んでるじゃんみたいな。多分作業の方がここに滞在されてるんでしょうね。でね、ここの避難小屋、結構記録を見ると、ネットのね、なんか心霊現象があったみたいな書いてる人が、ちらほらいて、マジかと思うんですけど、どうなんですかね。そんな昼間だから全然雰囲気はないですけどね。でもちょっと全然泊まりたくなっちゃいますよね。こういう晴れた日のなるとね。夜泊まらないんじゃねって思っちゃいますよね。というわけでね、先ほど小屋の中にいたね、人の話ではなんか、山頂まで行くと、富士山バーンと見えます。すごいですっていう話だったので、荷物をね、ちょっと置いて、山頂、静岡に行ってみようかなと。いや、でもね、天気いいっすね。いや、もう最高です、最高ですね。天気最高で、こうね、山歩けて、いいですね。先ほどね、小屋にいた方、なんかね、下のキャンプ場を一緒に泊まってたらしいんですよ。同じキャンプ場。彼はね、徒歩でキャンプ場まで来て、で今日また山登ってきたっていう。でこれから西丹沢の方に帰られる。そろそろですかね。これね、ヘリで投下した物資ですね。なんでヘリで上ね、バーって来て、ずっと吊る下げたやつをね、カチンと落としてね、置いてる感じですね。木道とか、この整備するための木材ね、ヘリで持ってきてるんですね。ヘリでのね、空輸ってね、めちゃくちゃお金かかるんですよ。確かね、10分とかそういう数え方で、羽田空港から来るとすると、羽田空港に限らずですけど、そこから何分飛ぶかでタイムチャージされるっていう感じらしいですね。はい、もうね、山頂が見えてきました。これでね、いた人がね、いやこれ見ないと損ですよ、すごい富士山ね、絶景ですよって言ってる。確かに絶景だね。やばい絶景来ましたね。山中湖見えます。これね、バリエーションでしょうね。こっち行くルートもありますね。すごいな。いやー、絶景ですね。いやー、すごい。確かにこれは今日ね、これ見るのいいと思いますよ。富士山がね。やっぱね、丹沢といえばね、富士山がね、やっぱこうバッチリね見えるポイントがいっぱいあるのがね、丹沢山地のいいところというか面白いところですからね。いや、今日はね、天気がすごくいいんでね、なかなかないですよ。奥にね、もちろん南アルプスもね見えますね。はい、南アルプスがあって富士山があってみたいな、ちょうど今ね1月も下旬なんでね、まさに
冬山真っ盛りというシーズンではあってね、こういったね雪山もね、全然今登るシーズンではあるんですけれどもっていう感じですね。特に南アルプスはね、今まさにシーズン、冬山シーズンね、北岳とかねあるんじゃないでしょうか。そんなね、この小本石山なんですけど、東海ね自然歩道の一部なんですね。東海自然歩道をね、大阪から高尾山までやる人はね、ここを通ることになるわけですね。東海自然歩道、この赤いところが東海自然歩道ですけど、小松石山ね、東海自然歩道です。南ルート回ってね、こっちで行くこともできます。こっちもありますけどね、これね結構この辺サブルートが、いっぱいあってね、どれで行ってもいいっていう感じになってるんですよね。この辺を通るのは多分一番結構きついというか、皆さん山岳路線的には一番きついんでしょうかね。この辺りが、東海自然歩道でも一番えぐいエリアというか、普通に山歩きになるっていう感じですね。大阪とかね、名古屋とかの辺になるとほとんどもう自然歩道というよりは普通に道みたいな道路を歩くとか、そういうところもね、多いんですけどね、この辺はもうガチに山岳地帯になりますね。といっても登山道ですけどね。小屋に戻ってきました。この小屋、日誌をね、紙に書いてある日誌を見ると全然心霊現象起きましたみたいなの書いてないんで、ぶっちゃけここ一人でも大丈夫なのかなっていう感じの場所ですね。今度はね、ここまでちょっと一人で泊まりに来ようかなという気持ちになりました。にしてもね、富士山ね、とても綺麗でしたね。それではこれからね、東側の方なんでね、行きます。上川ね、峠っていうところまで行って、そこからまたキャンプ場の方にね、降りていきます。結構ね、急なね、上り坂がありました。意外とっていうか、ここの、通りはね、尾根は非常に、そういうね、非常にこう、アップダウンがね、激しいんですね。丹沢はあるあるなんですけど、いや、結構ね、きついんですよね。なんでね、こう、アップダウンのね、結構あるところで。はい、というわけでね、無事ね、降りてまいりまして、バッテリーをね、交換しました。GoPro のね。でね、ようやく車に戻りましてね、一旦、温泉ね、ちょっと行って飯食べるかなと思います。やっぱりね、山のいいところ、やっぱね、すごい整いますね。こう、サウナみたいに。サウナ僕やらないんですけど、例えばみたいな。この後のね、温泉と、飯もね、また非常にね、整うんですよ。これはやっぱね、山歩きとかするのね、醍醐味で、定期的にね、週1とかね、やるといいんじゃないかなってすごい思うところなんですよね。というわけでね、紅紅の湯に到着しました。10キロぐらいでしたね、距離として。すごいね、立体駐車場というか、鉄骨の駐車場もあります。道志川温泉、紅椿の湯かな。JAF のね、優待があって、JAF 僕入ってないんで優待ないですね。8時までやってますね。10時から8時まで。いいっすね。昨日行った道志の湯より広そうですね。1100円だ。これ必要みたいです。これを出せば。なんか売ってるな。休憩所広いな。でもあれですね、多分3時間で時間制限付きってことはやっぱ混むんだな。混むときは混む。いろいろあるな。何が定食ですね。紅椿定食バーンみたいな。うどんみたいな。とろろとか小鉢が。いい湯でしたね。まあの湯ですね。ご飯の方がすごい多分美味しいと思います。ここのお店はカツ丼とかもね美味しいみたいですね。はい、ちょっとね車の中ね整理したいですね。全てもう適当に突っ込んだまんまなんで、ちょっと整理してから帰りましょう。まだねお腹空いてるんで、まだお腹空いてはいないけどまだ食べれるかな。やってるかどうかよくわかんないお店ねやってるらしいんですけど、ちょっと行ってみましょう。モーニングねやってるみたいです。多分やってるんですけど、おじさんが一人、お店の人だと思うんですけど、こたつに寝転がって映画見てるんですよ。映画なのかドラマなのかわかんないんですけど、さすがにで店に入ったら起きてくるから来る気配もないんで、とりあえず出てきました。だって寝てる人お前ちょっと飯食いに来たわっつってカジュアルに起こすのもあれなんだ。なんかあんまやる気ないですかね、わかんないですけど、ちょっと厚木にある卵サンドの店に来たのでちょっと見に行っていいですか。品出しの時間5時半、従業員募集1162円。5時半、今何時だ
ハンバーって言っててちょっとよくわかんない感じでしたが、美味しそうなねパンがありました。日本ではないようなパン、セイロンベーカリーって書いてあって、でハラルって書いてあるんで、多分そのイスラム系の、よく見たらお客さん日本人じゃないねみんなねって感じでしたね。何しに来たみたいな感じで、なんかね、これ多分サモサにつけるのかな、なんかくれましたね。多分サモサソースだと思います。で早速ちょっとね、ちょっと食べてみましょう。これドーナツだと思います。ドーナツ的なやつ。うまい。うまっ。これやばいですね。本場の味。めっちゃうまい。これ1個150円ですね。結構安め。やばいね、ここね。卵サンド研究所、休みだったんですけど、このすぐ近くにあるセイロンベーカリー。いいっすね。やべえ。僕ね、インドカレーとか大好きなんですよ。なんで、こういうのすごくうまいですね。これフィッシュバムですね。魚入ってるんでしょうね。うまい。やばくない？なんだろう。なんかカレーだね。あっちって結構外国人いっぱい住んでるんですよ。ベトナム系とかもそうだし、こういうインド系とかも割とね、国際色豊かな住民がいっぱいいて、って感じなんですよね。でもなんかすごい本場のインドの人が全然日本アレンジほとんどしないで作ったパンみたいな。めっちゃうまい。めっちゃうまい。やばい。やばいうまいな。このソースつけてみよう。やばい。この店ね、近くにあったら多分結構足しげく来ると思う。普通に。マジ日本ってね、まあ東京とかもそうですけど、世界に美味しいもの揃っちゃうんですよね。あんまり海外旅行で現地のもの食べるとなんか、んってなるっていうね。東京でもいいのお店の方がなんか良くないみたいな、なるんですよね。いや、日本ってね、不思議な国ですよね。海外旅行行かなくても世界の美味しいものが食えるっていう。いやー、すごいな。で、これもちょっとこのソースも期待がありますね。最初ちょっとね、マジちょっと大丈夫かなみたいな雰囲気あったんですけど、この店大丈夫かなみたいな雰囲気すごいあったんですけど、まあ、お店の、ね、人も割と丁寧に。まあ、うまい。スリランカだね。セイロンだからね。うまい。安い。これ超本場のものって、東京だと逆に値段変わるんですよね。この店は本当の地元の外国の人を中心にやってるから、あんま地元の人は来ないんだろうね。地元の日本人。うまい。やばい。これ、サモサやばいっすね。やばいよ、このサモサ。これね、ビニール袋だからつけにくい。タレ辛い。けどうまい。やばい。サモサうまい。ゴリうまい。やべえ。なんかチキンサモサ最高だな。普通サモサってね、いや芋じゃないですか、中身ね。これチキンなんですよね。ビーフもありました。チキンにしました。うまい。やばい。インド料理好きからするとこれマジでね、半端ない。現地の人のこの全く日本人に忖度していないガチな味。辛いわ。そしてめっちゃ辛い。やばいわ。やばいね、これね。この店やばいよ。本当にやばい。これはなんか星5つ Google マップで書いておきたいですね。いや、この店マジ最高でした。パンがうまい。レストランメニューわかんないけど、パンうまい。マジうまい。辛い。そしてうまいんだけど辛いわ。めっちゃ辛い辛すぎる。いや、お客さん含めて日本人の雰囲気じゃないですが、食べ物もすごく最高。現地の味最高。全く日本人に忖度していない現地のスパイシーな味最高。行きましょう。投稿おやつ行きましょう。その他おやつ、はい。1000以下、うまい。最高でしたね。この2つを買おうというわけでね、すっかり暗くなっちゃったんですけど、ちょっと今ねワークマンに行ってまして、厚木のねワークマン、東京のワークマンって品揃え良くないんですよ。なんでかっていうと、まあいっぱい人が来るっていうのもありますし、狭いんですよ。狭いんであんまり商品を置けなくて、サイズが全部揃わないとか、欲しいそのラインナップないとかよくあるんですけど、ここねサイズ全部ありました。ちょうどいいのがねあったんで、忘れちゃったね。登山靴になるようなこのアウトドア用のね、ほぼ登山靴なんですけど、
ローカットの登山靴。それからね、これ、仕事にも履いていけそうな、革靴テイストの黒い靴ですね。これで5600円です。2つで。でもね、大満足ですね。ありがとうございます。これでね、帰ろうと思います。